おうこんにちは。 KTVS T1 セカンドゲーム始まりました。まあ KT さすがにエリース版ですよね。何もできずに負けました。バロンスティールはあったけど、あれはね、正直どうしようもない気がする。できたことといったら、ウーコンの回り方を変えること、ボトムスタートしてボトム見るっていうやり方。リスク高すぎるけどね、もう無理だね。で KT はスレッシュ、エリース、ジェイスバンします。問題はミッドのフェイカー75体チャンピオン使えます。 LCK で出しています。ガリオとかも使えるし、セト使えたり、キャリーのアジール使えたり、グラガス使えたり、リサンドラ、ルブラン、リベン、マスタイ、オラフ、サポートもエンゲージャー、エンチャンター、ADC、トップだってケネン先出し結構最近やってたし、タンクもいける、ナーもいける、ジャングルもポッピー、セジュワにリーシン、ビエゴ、キンドレットまで。グマヨシだってこれボトムチョガスやってたしね。無理です、ピックバン勝つの不可能。去年の世界大会の時よりも強くなってますよ。メタがね違うっていうのはあるけど、まずアッシュをピックする。アッシュ連戦強い。これサポートでしょうね。ナーフは食らってるけど、アッシュバルス、あ違う、アッシュとバイ。バイ相手はウーコン強いんで、もう一回ウーコンでサポートを取りたい。アッシュ相手なんだろうね。エンゲージサポートはレベル1でしばかれるからピックできない。ワンチャンブリッツとかだけど、おわ農地はマジ無理ゲーなんだけど、レオナならいけんのか。はあ、レオナこれマジレベル1、2めちゃくちゃ大事ね。レオナなんだ。インゲージサポだったらレオナよりかは農地のイメージだけど。だってこれアッシュ結局バリア取ってレベル1からヘイルブレードでクソほど殴ってくるからね。 W はダメージ減ったけどさ。でここでゼリーを選択。グマヨシゼリー、ゼリアッシュなかなか見ないね。ここでリサンドラバン、インゲージをバンしたい。ゼリーだからすばしっこいんで、レオナのスキル食らわない、ウーコンもロックダウンできない、バラスのウルトも当たんないってことで、ポイント&クリックのリサンドラバン、ゼリーキャリーだから。でリサンドラバンしたってことはアーリを出したいんじゃないかってことでアーリをバン。機動力欲しいからね。で懸念バン、エンゲージ潰していく。ゼリーがやっぱベイがだるそうだけどね、ワンチャンベイが取ったりするのかな。レネクトンバン、先にミッドを出すのかトップを出すのか。ミッドで良さそうだけどな。加算ってはないだろうね、さすがに。ナー、安定のナーか。ナーに勝てるチャンピオンって誰がいいんだろう今。もともとジェイスだったけど。お、ポイント&クリックといったら TF のゴールドカード。ほほほシェッ、マジか。 TF まあ簡単にスタン入るよね。すばしこくても通常攻撃は避けられないですよね。TF 相手と言ったらサイラスが多かったけど、 TF ああまたサイラス、カモンドゥイッドバー。ああまあね、フィズっていう欠陥チャンピオンやらないよね。
俺も昨日ソロ級でやってたけど、キャリーしきれませんわ、あんなゴミチャンピオン。いやマジでフィズゴミ。突っ込んでその後死ぬ。他のアサシンは離脱できるのにフィズだけできねえし、あとレーンが最弱。タンクサポーターで無理ゲー。フィズはウルト当たれば敵ワンコンできるけど、ウルトもストップウォッチされるわ。タンクサポートがウルト吸収してくるわでもうゲームできん。ハローこんにちは。 KT vs T1 セカンドゲーム。ラストピックカサディンですか。 TF を見てからの相手がエンゲージが強いので機動力が欲しかった。機動力といえばカサディン。しかし序盤弱いので、特に TF が動き回っちゃうから味方のね耐えが必要。今回面白いのがアッシュゼリーどっちもクレンズ。基本足はバリアなんだけど、レオナバラスどっちも CC 持ってて、プラスそこに TF のゴールド。もう連戦終わりや。タワーショットも食らわねえし、これなんですよ。これがあるからアッシュ最強でエンゲージサポートダメなの。だってこれ見てる？ヘールブレードナーフしろ。ヘールブレードが悪いマジで。これ本当は足がバリア持ってガンガンやるんだけど、バリアすら必要ねえじゃん。レオナだから。レオナレベルは何できる？律動レオナ持ってこい。でこれでボトムレベル2先行できるからより入ってこれないですね。経験値すら吸えない。これだからレオナノーチがピックできねえんだよな、足相手。もうバックです。このまま居座るとダイブされるんで。0CS リコール。まあでもここでリコールするのが正しいよ。ピンクワードだけ買ってきて。でジャックスなんだ。KT キーンのジャックス。キンもね強いからね。カサディンは TF がレーン強いタイプじゃないから耐えですね。カサディンがそんなに仕事できるかっていうと怪しいけどね。敵割と硬いし。There's nothing that the Leona can do, and we're going to continue to put that pressure on. Now some CS will finally come through as a third. レートゲームは T1。でも KT の強さはスプリットにあります。ジャックス TF だから TF のアルティメットって即飛べるんで KT がスプリットプレイするかも楽しみだね。でバイはねウーコンに殴り勝てない。レベル4だけど。はい、1v1 強くないですね。で、これはポップカバーですね。でもバイがそっちに行ってる可能性あるよっていうピングも出てた。What the fuck？ これ行くの？これは 100% 死なないやつだけど HP 削ってからだいぶ狙う。でもウーコントップ側いるの分かってるから無理だよね。バイのフラッシュなくなっちゃったか。このフラッシュをボトムで使ってほしかったけどね。今の動きでワード刺されてるっていうのがバレたな。でもウーコンの時間結構ロストさせた。ボトムはゼリーは何初手カルであれやってたんだ。
初手からでこれやられるのだるそう。てかタワープレートもう2枚折れるじゃん。これレオナはね、もういいフラッシュよ。ジャングルが来るタイミングでいいフラッシュ。ここだけ、ここでミスったら終わる。レオナがフラッシュある時だけがチャンス。でも相手クレンズなんだよね。TF のウルトと合わせたいかな、確実に殺すために。TF のウルトプラスウーコン。Genji, where KT won and he was able to shut down Chovy's Akali. Did not Destiny Gate at all in the early game. This is not that type of comp. He will have to get some advantages early. Otherwise, T1 will naturally scale with this Cassid and Zeri. The Zeri that's halfway. これアッシュゼリーのフラッシュさえ取っても結構プレッシャーになるからね。Okay, they're looking for a play down on the bottom side. Keria just going to respect Flash. I mean, they even had vision in the entire river. 何をフラッシュしたんだ。これアッシュフラッシュなくなっちゃったな。ちょっと前出れづらくなる。Cleanse is available here for Keria, and he probably would have been able to cleanse and get his way out of anything, considering that vision. But T1 はウェーブプッシュモードからフリーズモードに切り替えましたね。ちょっと危なくなっちゃったから。だけどバイがいるのでプッシュモードになると。レオナがいねえからかな。ウーコンは見える。ウーコン見えたタイミングで触る。ドラゴン欲しかったから触っウェーブをプッシュして自分たちの思うがままにウェーブコントロールできてるね。プレート一人で取る。ケリアのさっきのフラッシュはバルスのダメージを食らいすぎて連戦続行不可能になる。プレッシャー続けるのが不可能になるから早めにフラッシュ切ったのかな。バックしちゃうとプレッシャー消えちゃうし。フラッシュがないんでちょっとねプレイスタイル変えないとね。フラッシュがある前提でプレイしてたから今フラッシュないので特に TF 相手かなり気をつけないといけないぞ。We'll see what they can get done. He's also spent a lot of time out of lane trying to clear some of these wards, trying to make an impact elsewhere. TF が来る。いやーでもナーがウルトを切ってゼウスがな死なねえよなこの男。 TF のこのウルトをトップで使ってキル取れてないのはやばい。だってこれボトムで使うやつのウルトなのに。ああ TF ウルトねえんだ。オッケーじゃあボトムボコボコにするわってやつ。TF のウルトは超強えからほらもう TF のウルトねえからTF のウルトないんでね。こうなりますよね。フラッシュなくてもこうなりますよアッシュさん。てかもうサポートがレベル4だ。アッシュそろそろ6になるぞ。3タワープレート。レオナやるとこうなるんだよ。ソロ級だったら、味方のジャングラーとかが結構来てくれて捕まえたりとか敵が甘えるんだけど、ちょっと待って、ソフトバンクからギャンク来ました。一旦ミュートします。すいません。and kind of win that mental game. As now we are going to have T1 starting up this Rift Herald. Remember, they got the early Hextech Drake as well, so they're going to take both objectives early with the Cassid in mid. Plus the fact that they know the Destiny Gate is on cooldown, so there's just no angle here. You have the Wukong ult, and you have to try to. ちょっと待って、チームファイトしてんじゃん。カモンカモンカモン。So they're going to get it. They try to collapse in here. Nice try to get the Jax away, but T1 are on the run. As now maybe the picks coming in. A arrow from bottom lane. T1 マジか。あ、よろしいです。大丈夫です。はい。今、AI と話してる。1993年。0701。And you have the engage with Cyclone and Counter-Strike, and that's what KT were banking on. 7月1日. And unfortunately, the initial setup there with the Twisted Fate was great. Here we go, getting in onto Keria. The cleanse is late. As down he will go at the end of it, just waiting for the stun.
And he did not have flash, so Hi. trade of kills. Yeah, but it's a better trade for T1. The enemy AD carry goes down, and Guma is going to be able to pick up the kill here and go back. He has not completed his call, so could be better here. ちょっとこれ入ってんのかよ。 How well T1 is set up on this objective, even with one of these sick combos, right? Zeus blocks the initial engage here from Cuz. Counter-Strike's still good, though, and if that Counter-Strike doesn't hit like this fight doesn't go off the same way. Follow-up with the Cyclone is good. Owner is taken out. Zeus is chased down here. Faker tries to help out, but unfortunately it's just too little too late. There's no flash on this Gnar, so he is going to go down no matter what. And, you know, there on the bottom side, finally Lehens decides, now I'm going to make my move. This is exactly what I was talking about before. They were being so respectful of this flash engage range. Finally, he gets it off because the cleanse is late. But ultimately, Guma still trades a kill. So, in one tiny mistake, arrow. Okay, cleanse from aiming. Still going to be a good trade for T1 just because the Ash Arrow, yeah, it did get nerfed, so it is going to take longer, but it's going to be up before that cleanses. So, either way, nice pressure there. They also get a nice chunk onto KT aiming. As you can see, Lehens, he's starting to get more and more frisky. He's like, I'm not scared of you anymore. Gonna force that Zeri over the wall. Yeah, BDD also trying to put some pressure on here with Cuz. Cuz doesn't have flash, of course, because of that last fight, and this is really risky. Keen is about 15 seconds from his flash. Just not gonna go for it here. Gnar into the wall, but Keen doesn't really care. He got that early kill, and now he is in charge of this top lane. Yeah, he's a level up, and he has his cooldown boots, plus the fact that Zeus doesn't have his flash still for a little bit longer here, so he actually has some kill pressure, in fact, when Owner is not there. And Owner did back, so now KT getting a little bit of map control. I think it's very slight, and the Destiny Gate is available, so you always have to consider that you're fighting a man down here, even if your jungler is there. Rod of Ages complete here for BDD. Pretty early, you know, about the time you'd like to have it. The spacing from Zeus, man. Yeah, it's rough. Even with this kill, you know, he does have the pressure, but he still doesn't have that first item, so it's not like a massive amount. Still having a nice lead, but not able to punish Zeus, really. As KT, like I mentioned, I think they're going to make a play for this second Drake, this Infernal, and that they are. Yeah, I mean, T1 want to contest still. Keen just TP'd top. Ooh. Well, let's see how this goes. Baker's in the pit. That's an arrow on the BDD. The Cyclone is massive, though, and the damage is in there. Double Cyclone onto everybody in the pit. The damage here from Guma is pretty good. He's going to pick up a double as we have a little Zeri moment beginning to form. Aiming, not able to run away. That's another kill for the Zeri. That's 3, and it might just be 4 at the end of it. A quadra kill for Guma, who has 5 kills now. He has 5 kills and a completed cull, 4 plates of gold, and he's got a whole minute to get the final plate. So 2 back-to-back full plate turrets to Guma, this time with 5 kills. I think we could certify it, Valdez. I think we could say Stamp it is stamped. And this game is now off the rails here for KT, no longer able to take these skirmishes. And it looked risky, it looked greedy for T1 to try to force this fight because you're fighting into Wukong ult, but there's no Jax. And that's really the X factor here. Without the Jax and without really your support, your Lehens is not actually able to make a huge impact in this fight either. He has level 6, but he's just being zoned out. Arrow comes through here first, and then when the collapse comes through, the Cyclone is massive, but the damage just isn't really here. Guma's untouched the entire time. Guma takes no damage, and aiming is a lethality Varus, who's very far behind. It doesn't have lethal tempo, is not going to be able to match an AD carry this early in the game. A little kill on the top side, maybe. Nicely done from Keen. He's like, I'm going to take this into my own hands, okay? My team's not getting it done on the bottom side. You see Zeus not very happy about that kill on the cam, so nice little breath of fresh air. And yeah, on that fight, it was funny, you and I were casting T1 Challengers on Tuesday. I don't know if you remember, it was a very similar fight with, you know, Zeri versus Lethality Varus, just not able to do much in that extended trade. Either way, in this game, we do have Faker in a little bit of trouble here, getting chased down by the Jax. It's a twisted fade angle, and now Keen is starting to get fed. And we have seen Keen do crazy things with Jax in team fights, his flank angles, and T1, they're ahead in this game pretty significantly, but it's not oppressive map control, it's not oppressive vision like it often is for T1. They have a huge lead on an AD carry, right? And that's an early Zeri that's very accelerated, is gonna have her second item very soon.
But if she dies at the beginning of fights, that won't necessarily matter the lead that she has. And there's so much lockdown in this draft as we'll watch Keen in this exchange. That was oh, that was the post, I guess, of the kill. Yeah, he was just saying, I'm going to take the top turret. Yeah. So I think we were like in between replays there. Either way, as maybe now we'll get another look, as here it is. Yeah, Isaiah's greeting for a plate, gets him on the edge of the counter-strike, even with the crush. It's the empowered hit here, and Twisted Fate coming up. BDD is ready to follow up Collapse. And this means there's just no way to counter this. They also missed the Ashe arrow. As now KT are looking for second arrow here. Yeah. And Faker's free farming, you know, so this is not going to be something that goes over without a cross map. Of course. As down goes the objective, they get the Rift Heralds. And there is a way, you know, with Fed Jax, you got a Wukong, you have a million ways to pick the Zeri. Maybe KT can find ways in these fights here. I'm beginning to believe in the chances of KT in this game, as Cuz is going to be spotted over the wall by a ward. Yeah, they really want this mid turret, and they have a Vi here to support it. Zoner just going to make sure they can grab that. Will be a turret going over to T1, their second of the game. Runens is done for Guma. It's been done for a little while, at like 16 minutes. So this is insane team fighting power for the Zeri. But like you said, if you can kill the Zeri, if the gold card comes through, Keen gets a counter strike off, you only have one cleanse. And you're going to have to use it well. There are so many threats. If the Gnar was ahead, and you had a Vi who's got map control, I feel like this looks way better for T1. Still very winnable in terms of how these fights can play out. It's going to be execution based. But what looked very doomed has now looked like the Keen stripe is showing right on the top side of the map, where you're like, okay, this is a win condition. This is a winnable game. It absolutely is. I mean, we saw it even on the Dragon fight. Like, yes, T1 did win that because the Zeri just survived and got so many kills, but the amount of CC and pressure that you have, if they get it into the backline instead of focusing it all onto Owner and Faker like they did in the Dragon fight, if they're on to Guma and Keria, if they're on to Faker, you know, later on in the game, I think they're going to have so much value in these team fights. Yeah, I actually like the Lich Bane second here for BDD in this game too. Often see rapid fire cannon in games like this where you're just trying to get that gold card super early. Maybe it's Cosmic Drop. It could be. The big buffed item. I don't think it's. No, I don't think so. No. Codex is out, so. But it could have been. As this is going to be a Drake fight here. It's Ocean Soul, but KT have this choke point control. It's very difficult for Zeri to actually get into position. And Cuz flash ult available, so respect has to be shown. They've got the Narbar. Fantastic, and he gets slowed up, and he gets bursted down, and down goes the Leona, but they traded for the Gnar, and down goes the Vi as well. Where did their front line go? And Guma's like, I just want a front line to do some damage. He's not going to have one. As here comes KT, they're going to find Guma and get the massive shutdown of gold into the Jack. I mean, that fight was so perfectly played from KT. They know Zeus is at 90% of his Narbar, and he wants to engage and be the front line for Guma. They instantly engage on top of him, kill the Gnar before Zeus could do anything. The follow-up damage is real, and now an inner turret looking like it may go down here. KT, get that mid turret. They're going to get Drake. And so much money, 900 gold onto this Jax for Keen. And we have got to watch this fight. おい、ちょっと待って、何があったおい。クワドラキル取ったやろ。クワドラップ歌ったんだが俺。ちょっと待って、チームファイトどうなった？ゼリーがここからダメージを出し切りたかったけど、ジャックスがファッキンぶっ込んできて TF のゴールドカードでカサディンが動けなくなって、TF がアルティメット切って飛んできてゴールドカードまたぶつけに来る。What the fuck？マジか。スウェー KT さすが LCK3 位か。 HLE よりも DK よりも一応順位は高いからな。問題が発覚した。住所の場所が分かんなかったんだって。住所は打ったんだけど、新築の家だからさ、新築だからマップ上に出てこなかったみたいで、どこにあるのか全く分かんなかったみたいで、それをなんかチャットで送ってあげないといけないみたいな。
can just burst one person down, you will have enough damage. 知らんけど。 This part in the game, you know, like taking that big 特 fight. 定できなかったとか言われた。 For T1, I don't think that was a great だから idea. Google マップで Yes, ピン刺してここにありますよって教えてくださいって言 one われた。 singular Ocean Soul. When KT are really strong right now, like why not just そ wait んな for ことあ your るんや。 Accident to hit level 16, your Zeri to get a third item. And the one thing that I'll say that I feel like 中断する前に最初から言えよなって話なんだけ so ど。 tempted to take that fight is if you win this fight, you probably win the game. You end up getting so far ahead, you get that tempo lead. And you had an R-bar set. Like, Zeus' positioning there, while he was caught from an amazing Zenith うちも言われた。 play, あるあるな his んだ。 positioning was set up to actually carry the entire 多 fight. 分新 And it 築 was だから like みたい him な。 in that moment versus Lehens in the blade. Does the Narbar finish? Does he actually get the engage into the wall here? Or does he get caught and get chain CC to death? And I agree that the risk was quite high for T1, but they have a Fed Zeri. またそのなんだ。一応調査に来て本当にそこに家があるのか調査してからまたインターネット導入みたいな形になるからクソ時間かかりそうや。新居に早く移りたいのに。時期も悪いしなって感じでゲームはどうなってんの。ゲームはクワドラキル取ってたよね。ゼリーがファッキン600だったのにさっきのチームファイト負けたのか。てかゼリー以外キル取ってねえやん。うわーゼリー以外キル取ってなくてこれはきついね。 TF いるからお KT もやるな。さっきの試合とは全然違えや。 DRX ルートかこれ。初戦ボコボコにされてそこから逆転していく。いやちょっと待って、俺 T1 が MSI で見たいよ。その T1 を見たい。頑張ってくれ。フェイカーのレベル16があと3レベや。カサディンあと3レベや。持ちこたえて。ゴールド差はそこまで離されてない。3000ゴールド全然いける。レートゲームはこっちの方が強いはず。こっちの方が強い。バロンさえ取られなければいい。バロンバロンスティールあるからね。逆にバロンを取りに行くという判断。200 IQ What the fuck What the fuck カサディンが多分あれスマイト持ってた。カサディンがあれスマイト持ってたよね。魔導書だから TF も持ってたんだけど離れたんよ。 IQ が高すぎる。誰のコールですか。誰のコールや今の。天才すぎない。相手もスティールさ勝ってる試合だから、あこれはちょっとスティール可能性あるな。ちょっと離れようっていうところを狙う。ワーオ What the fuck このバロン取ったのえげつないね。これ取りに行くのやべえだろ。だって離れたもんな一瞬。わあうんまえぐっ。離れてナイスナイスだって。それだけか。他になんかないのかな。That is a huge window back into the game. It's going to buy a ton of time for T1 here on the map for these scaling carries to come alive. I mean, Zeri is online, but the Kassadin needs more time. And the Gnar needs more time. あーでもフェイカーちょっと甘えたか。フラッシュアウト。オッケー。バロン取ってこっからタワーを取り返していきたい。アッシュのアルティメット飛んでいく。ケリアのアルティメット当たるはず。当たったクレンズ使わせる。周りに何もなかったんだけどビビりますね。ケリアのアッシュのウルトだからね。視界は全部取ってるはずなんだよ。見てこれ視界は取ってるんだけどクソビビってら震えてますエイミング。in mid, but yeah, and either way, he can also check during that path. Like, is anyone coming down to shadow the Jax who's side laning there? Can we maybe look for a pick there? あーバイ。ゼリこの E が本当にチキだよな。あれどうにかならんのかな。ドラゴンはギブ T1 バロン持ってるんでタワー取りに行こう。As the last fight showed us, you're not really ready to actually push through when you don't have vision control. And it's better to try to get Faker level 16, which he will get in just a moment here because his rod is about to complete. He just got level 15 off of that wave. So you're ready for the next fight. This is just soul point. CC 時間長え。おロアスタックがあと1分でたまるよ。これもう今レベル15ってことはレベル16になるね。あと1分以内で。ロアのレベルアップ効果きますからね。フルスタックで
レベル16カサディン、このゲームの中で最強とずっと言われてた。今はオレリオンソウルの方が強いけど、さすがに。うわー、16きた。アルティメットのクールダウンが1秒未満。1秒未満でフラッシュ連続して打ってくるよ。しかもダメージがとんでもねえしな。R で入ってきて R で離脱しちゃう、繰り返されるよこれ。カサディンのレートゲームはバカみたいに強いからな。しかしカサディンだからといって無双できる構成ではない。相手が割と硬い。やっぱカサディンは硬いのそんなに得意じゃないからね。柔らかい相手入ってワンコン離脱してみたいな、そういうことがやりたいんだけど、まあバラスと TF は狙えるけど TF もなゴールドカードあるからね。カサディンってスキル避けるのも得意なんだけどさ、ゴールドカード避けられねえから、フェイカーの立ち振る舞い楽しみだね。どうチームファイトしていくのか。 CC 豊富だからね。カサディンが16になったからとは言って、まあ、確定で勝つわけではねえな。まあでもゼリーいるからね。まともに戦えばゴールド差は2000ゴールド弱しかないし、言うてカサディンいくら難しくてもカサディンだから。さっきまではゼリしか強くなかったけど、今はもうカサディンも強いと。ナーもアイテム出てるしね。てかやばい、ジャックスえぐいな。キーンやっぱ強えか。雑魚チームで腐らなかったか。ずっとアフリカにいたけどな。ゾニア持ってやがる。これ精進ゾニアってえぐくない？アルティメット以外のクールダウンが精進のおかげでより下がって、でそこでスタンを使ってカウンターストライク回して、でゾニアをしてまたカウンターストライク上がってくるんでしょ。なんでこいつに AP レシオつけたん？じゃあ JS にも AP レシオくれよ。もう全キャラ AP レシオ AD レシオどっちもつけろや。そんな多様性欲しいんだったらよ。JS も心は AP チャンピオンなんだよね。おかしいな。into almost any location. Look at the deep wards they have here behind the Baron pit for him to teleport to. T1 needs to clear all of that, but also needs to somehow find a path for Zeus, who's a level and a half down now, to get into this team fight with Narbar or フェイカーフラッシュをイグゾーストに変えたぞ。クールダウン中だからってのもあるんだろうけど、フラッシュがイグゾーストレートゲームぶっ刺さるからね。パーセンテージでダメージ削るから。うわー、ブルー食われた。まあ、死にはしねえけど TF のアルティメットが怖い。うわ、フラッシュ切んのか。しかもテレポートも使っちゃった。欲張ってブルー食おうとした結果、ジャックスがブルー食ってフラッシュ消える。なーのフラッシュエンゲージがなくなる。おい、ゼウスがボコられてるの久しぶり見んな。Zeus loses Flash, loses his Narbar, so he's not coming in anytime soon. Actually, not going to hard commit to this, though. Just going to put the Twisted Fate in the top lane, continue to get advantages. I feel like KT, a little bit nervous here to start a Baron. They are very low damage with this Lethality Varus and the Twisted Fate, so the speed at which they could do the Baron is not great, but their turn with the Zhonya's Jax and the Twisted Fate is amazing if they start it. カサディンアイテム出てるけどね。ゾニアまで出た。カサディンクロスアーマー買ってる。フロハとか行くのかな。なんかあったよな。あれライズだっけ。セラフだけ行ってフルタンクみたいな。セラフでもなかったかあの時。割と硬いビルドいきますね。相手硬いから。もうゼリーのためよ。カサディン入っていき自分に集中させてゼリーが舞う。フェイカーはフロントラインよ。カサディン無視もできないし、結局ゼリーがキャリーするかどうかです。カサディンもちょっと待って、フェイカーバリアーイグゾーストフロント張る気満々や。4ドラ止めたい。4ドラ止めたい。どうなるこのチームファイト。フェイカーレベル先行してレベル17。しかしジャックスもクソ強い。ジャックスが裏から来てる。メガダウンタイミングドラゴンも取られた。4ドラ取られた。イグゾーストをかける。
ゾニア使う。ここで倒してバロンが欲しい。バロンいけるか。ジャックスにスキルをぶっ放す。ジャックスが死なねえ。ジャックスが死なねえ。ジャックス死んだ。ゼリナカタディンなカタディンフェイクワンワンスター。12,000 damage between Faker and Guma. Two players did 12,000 damage in that fight. Yeah, Keen's got his Zonias and he's up in the thick of things. いやもうゼリもさ、もう死んでもいいから軽く出しに行ったね。あそこでギリギリ生き残るんじゃなくて、もう E を前に打って AOE でビューってもう味方に任せた。いいね、思いっきりいいじゃん。よく言うんだけど、うまいチームってもうダメージ出してから死ねと。ダメージ出してと、あとはやるから。これ重要ね。いやもうジャックスバケモンすぎる。でも相手のこれ見て、これ TF とバルスがうろちょろしてる。何もできてない。バルスと TF が何もできなかった。今すげえ中途半端だったね。でカサディンがバックラインに突っ込む。何やってるの相手は。ジャックスが先に急ぎすぎたかな。ジャックスが強いからちょっと一人で行き過ぎたか、ウーコンと。バルス TF が殴れてなかったね。ジャックスがめちゃくちゃスキル吸ってたんだけど、味方のフォローアップが皆無だったからな。視界がねうまく取れてなかったから、どっからカサディンが突っ込んでくるか分かんなかったから入っていけなかったのかね。カサディンの圧力もあるんだろうな。惜しい。惜しい。まあでもオーシャンドラゴンは取られちゃった。通るか。重傷が一応バイが言ってんだ。最近このケミパンクはバイ積まなくなったんだけど、あとアッシュも積み始めましたね。バイだけじゃ足りねえからな。バイって AOE ダメージでもねえし。不利なことには変わりない。いやでもゴールド逆転してるぞ。バロンは取れなかった。ADC がいなかったんでダメージが足りませんでした。もうオーシャンドラゴンはね正直そんな強くないはず。重傷が強化されたんで、ここ最近のパッチで素材だけでもかなりカットする。おでフェイクはクロスアーマー買ってたけど売ったのかな。消えたね。アッシュのアルティメットジャックスに当たるのか。ジャックスは無理だな。ゼリーサッシュ買ってるね。クレンズとサッシュどっちも上がるよ。バロンだ。いやどっちが勝つ。レートゲーム構成がソウル持ってる敵を倒すのか、逆転できるのか T1。 めちゃくちゃ神ゲーやん。足のウルト適当に打ってら。クールダウンが40秒とかだから。でもナーフされたか。ナーフされたからさすがに1分ぐらいはあるのかな。TF アルティメットで視界を取ってボトムに飛んでいく。 TF も厄介だよな。ジャックスと TF のバックドアもあるし。マジで TF がいるから T1 がマクロしづらそう。レーンの管理がむずい。あーでバロン始めた。これ視界に一瞬映ったぞ。やってるのは分かってる。今回ミッドレーナーお互いにスマイトはない。 TP する。メガナーはギリ溜まってない。どうだ行くのか。やるのか。運ゲーするのか。取った。またフェイカーが取った。なんでフェイカーお前何回連続バロン取って。ゼリが軽く出せるかどうか。ゼリカタディが入っていく。ゼリがバックラインで突っ込む。クレンドがちょっと速い。クレンドが速いけどサッシュもある。ゼリがバックラインで突っ込んで、今度はフェイカーがフリー。ゼリがもう一回入っていく。お前どこに入ってきてんねん。ゼリ what the fuck。
うまかったけど1回目のブリンクはそのブリンクインはないやろ。いやバックラインにアクセスしたのは良かったけどジャックスの目の前で着地するのはさすがに。バロン取ったのにスマイト持ってたっぽいな。切り替えたのか。こっからよ、こっからメガナーもたまる。ゼリーゼリーカモンゼリーゼリーバックライン素晴らしい素晴らしい素晴らしい。いいよいいよいいよ。ここでカサディンがフリー。オッケー、こっからこっから。うわーI would go as far as say this is a miracle team fight win for KT Roster, but part of it is because KT turn win. いや今勝ってたのにマジかよ。バロンマイナスなんだがガバイタリティなんだが。まあでもイーブンゲームイーブンゲーム。どうなる。エルダーエルダー今度はエルダー切り替えていこう。カサディンレベル18よ。TF まだデスキャップ出てねえ。これチャンス。ゼリーフルアイテム。バルサはポークビルドだから今あんま強くない正直。もう賞味期限切れてる。ミッド&ボトムは T1 圧倒的有利よ。問題はジャックスだけ。ジャックスだけ問題。あとはグマイシが問題。グマイシのポジショニング。あでもバルスのポークは痛えや。ポークは痛えやあいつ。フェイカー裏取ってる。これでかい。アッシュのアルティメット当たった。メガナーがギリ入っていけない。相手も警戒してる。ドラゴン取る方が勝つ。ドラゴンを取る方が勝つ。ドラゴンを取る方が勝つ。うわこれ戦いが良くない。フェイカー逃げた。これはチームファイト勝てない。ジャックスが来たからフェイカーが引かなきゃいけなかった。エルダー取られる。JJ11 だ。いや1試合目からこうなるんだね。アッシュアルティメットを使う。止めたい。止まらない。And I didn't think I was necessarily going to say it tonight, Valdez, but we have a series on our hands. KT いいね。3立てで終わるかなと思ったけどそんなことはなかった。キーンファッキンキャリー。やっぱ強いチームにいるとキーンやっぱ強えんだな。この3年間弱小チームにいたから。GG